85年おお350円ぐらい。350円。震える手でショットガンで僕ら見張ってたんですよ。マジっすか。世界で僕だけがこのジャズストライク触れるんですよ。とんでもないじゃないですか。皆さんこんにちは。 GQ スニーカーホリックス in LA。 今回はなんと LA のスニーカーホリックを紹介いたします。セレクトショップブレンズのオーナーのタクさんです。どうもはじめまして。どうも。タクさんはもうね LA 在住のもうスニーカーレジェンドと言っても過言ではない方だと。でもここはねもうブレンズというタクさんのお店でございます。そうですね。もう LA のダウンタウンですよ。全部僕これ自分でデザインして自分で作るんですよね。この空間を自分で5ヶ月かけて5ヶ月。一人で。うわーすげえ、やっぱり何でも自分でやらないと気が済まないんで、なるほど。自分で考えてやるんですね。このやっぱセレクトしてるものももう全部タクさんが考えて。そうですね、なるべくこうロサンゼルスにないようなもの。 LA に来て何年なんですか？そうですね、僕は LA に来て32年3年ですかね。なんでこの LA で日本じゃなくて LA でセレクトを。いや僕学生で来てたんですけど、でスニーカーも洋服も好きだったんで、で結局気がついたら始めてたんですよね。へえ。LA から日本に帰るって選択なかったんですか？なかったんですよね。楽しくてしょうがないんで。そして目の前にあるのがタクさんのコレクション。一部ですけど、一部はやっぱり、タクさんちなみにどれぐらいスニーカーっていうのは？数えたことないですけど、1000足は言ってると思うんですよね。なるほど、ね、ケンドリック、ケニー、トラビスとか今のやつもありますしね。すげえな。基本的に僕捨てないんで、スニーカーは。なるほど、もうどんなにこう汚れても、それは取っておくという思い出なんで。その中でもこれちょっとわけわかんないですよね。とんでもないやつですよね。はい。僕は、実物を見たことがあったんであれだと思ったんですけど、多分見てる人も何これっていう人結構いると思うんですよ。ナイキの開いたティアゼロ、そのサミットみたいなのがあるんですよね。そのサミットに参加できる人のみに贈られる招待状ですね。このスニーカー自体が粋な感じですよね。こんな感じでね。うわーかっけえ。このスニーカー自体が招待状。ナイキの本社ですか？そうですね。だからこれもここにあってやっぱり名前が書いてあって、うわーすげえ。オレゴンから集まりに来てくれよというので、そう招待状でエアホースを送る。これはかっこいいな。これはちょっととんでもないところにやってきましたよ。それではタクさん最初のスニーカーお願いします。そうですね、やっぱり最初ってこれですよね。おお、なかなかのこれも当時の85年。おお、どうぞ。うわーすげえ。当時のですね。そうですね。うわー、これはもうあれですか、85年の発売の時に買われたんですか？いや、その時のも持ってたんですけど、これはその後にスリフトで見つけたんです。その誰かが履いたのを寄付するんです。でそこで僕たまたまこう入った時にこれがパン見えて、もうバーっていって誰かが履いてたもん。履いてた。じゃあ結構価格的には？いや、これはその当時で350円ぐらいでした。350円。350円。はい。350円。350ドルじゃなくて350円です。3ドル50セント。でその当時この日本でのこの中古のこの値段が3000ドル、30万でしたから。85年のジョーダン1が350円。そうでもその時の状態はどんな感じだったんですか？もうこのままです。で僕のはスケートやっちゃったんで、ボロボロになっちゃったんですけど。なるほど。でもこれ例えばその当時そんだけの格差があって、この辺のダウンタウンとか危ない時に車で運転してホームレスがいると履いてると、それをこう新しいスニーカーと10ドルで交換してくれって買ってたんですよ。すごい話だな。昔のは。これはでも買って履かれたりか何回かしたんですか？そうですね、これも僕のサイズだったんで、バッチリ履いたんです。でも状態いいですよね、やっぱり。さすがいい。やっぱこの初期のワンレザーもいいですよね。やっぱ違うな。全然いいですよね。
タクさんにとってこのジョーダン1っていうのはどういったスニーカーですかね。やっぱり時代を変えましたよね。っていうのはやっぱこれジョーダンがその NBA で履いた時に罰金、ね、履いちゃいけなかったから。毎回あれですよね。罰金を払って履いてた。$5000。そう。だからこういうチームカラーじゃないカラーを履くっていうのがもう歴史を変えましたからね。なるほどね。まあその罰金を払いながらでも俺はこれを履くよっていう。そういうことです。なるほど、でも僕が来た当時は来て2年3年したらもうこれがフットロッカーで、はい山のようにこうセールになってた。作りすぎでそこでスケーターがこれを履いてたんです。でなるほど僕もかっこいいと思ってスケーターがこれジョーダン安かったんでスケーターが履くんですよ、はいボロボロになるまで。じゃあなんかちょっとニュアンスで言ったらもうバンズに近いような感じ。そうまあここも、まあ、ちょっとそんなに厚くないんで、はいはいはい。まあまあちょうどよかったですね。はいはいだしアルバとかもこれ履いてました。へー。僕なんて5と同い年なんで90年。ねそういうことですよね。いやいや急に年齢を感じて。年齢感じちゃう。タクさんスポーツは何をやられてたんですか。やっぱりバスケットですね。バスケ中高バスケットやってる。でも当時は僕が中高の時はナイキはアディダスバスケットボール作ってなかったんですよ。その当時はもうスーパースターか、はいトップ10が出た時衝撃でしたよね。トップ10がもうハイテックの初めての靴が出て。かっけえな。部活でバスケットやっててで大学でこっち来てでそのまま LA でセレクトショップオープン。で3ドル50で見つけて。いやそれはかっこいいのかわかんないですけど。かっこいいよね。次はですねやっぱり思い出と、まあ、いろんな危ない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 。うわー、これなんですけど、まあ、こはいれ本当の95年のオリジナル。はい、ヤマックス95はいオリジナル、そうですちょっねと2つ続けて来たこれオリジナルはがいもうボロボロなんですけどもう20年ぶりに見るんですけど、あこれはまあその当時ランニングシューズとしてはそんなに人気なかったんで、高いんで、でもこのナイキのこれもちっちゃいしかっこよかったんで僕は買ったんですけど、歌手の人とかね、ファッションデザイナーの人とかが履き始めて、はいガツンだったんですよ。ー、なるほどね、でそこがで僕がこれをアメリカのこのいろんな州に行って、はい車で、で買い始めたんですね、はいはいいろんなところに行ってこう買って集めてうん行ったんですけど、一回テキサスではいテキサ買っスてる時に、そこおばあちゃんがやってるちっちゃいスニーカー屋さんだったんですけど、まあそこにあったんですよね。でこういろんなものをもうこれもそうですけどいろんなものを拾ってた時におばあちゃんが多分これ盗まれるんじゃないかと思ってはい震える手でショットガンで僕ら見張ってたんですよ。マジっすか。いや危ないですよこれ震えてて。怖っ。マジでそのまま引いちゃうかもしれない。まあその後ねお金ちゃんと払ったんで安心したんですけど、まはい。あ、そこまで命をかけては95。大変だな。95をね集めにめくってた時何足ぐらい手に入れたんですか。その当時で300足ぐらいいったなレディースも入れて。うわすごい数もう宝の山ですよ。でそれを売ったわけですか。そうです。昔はそのレトロっていうのがなかったんですよ、オリジナルしかなかったんで、はいもう中古しかなかったんで、こういう中古のものを探してきて送ってたのがあったんで、でこれ入りましたよって言ったらお願いしますと。昔こうファッションとランニングシューズってつながってなかったんですよ、なんですけどこれとこの前に出たハラチライト、はいはい。あれもこうスタッシュがなかったんですけど、それがこのファッションとスニーカーのランニングシューズをくっつけたんですよ。だからビームズさんも最初はナイキ扱ってなかったんですけど、はいはいハラチライトからなあそうですね。だからもう本当歴史を変えたこのハラチライトのところ。なるほど。まあでもこれは実際僕は自分が履いてたものなんですけど、ボロボロですよね。確かにこれもう多分一回履いたらもうダメですね。ですよね。もうこんなのもう透明じゃないですもんね。うわーエアーがね。ええこの数あるスニーカーの中で、はい。僕が一番かっこいいお今までの歴史の中で歴史の中でナイキの中で一番かっこいいっていうのがやっぱり嘘何？これですね。もうこれに勝てるもんはないと思うんですよ。すいませんちょっとこれ僕の勉強不足。これはマグネルソンっていうまあ、家具とかのデザインする人、まあ、当時いろんなデザインをされた人がナイキと初めてやったの。これすごく難しいんですよねこの作りが。これがナイキ史上一番かっこいいスニーカーですか？僕はそう思いますね。川でバーベキューする時のやつじゃないですか。そういうことですよね今となっては。今となってはね。はい。そっから来たのかなあれ。でもこれ何年ぐらい前に
これオリジナルなんですけど、オリジナルは多分14、15年前じゃないですかね。でもその時でもやっぱ速乾でしたね。じゃあでも14、15年前ってことは僕がスニーカーに触れてからですけど、見たことないですか？ない。これ実際のところのナイキの CEO マーク・パーカーの一番好きなああ、はい、彼入ってるんですよ。そうだ、聞いたことあります、聞いたことあります。まあ個人的にやっぱこのナイキのロゴがちっちゃいのが僕好きなんですよ。これもここにちょこっとあるだけなんですよ。あ、本当だ。かっこいいですよね。これがまあエアあれもそうじゃないですか。95。ナイキロゴが小さいのがお好みなんですね。あんまりね地味なんで。でもこれは人を選ぶな。これは何回も履かれてるんですか？入ってないですね。やっぱこう入ってないですよ。でもちょっとその買った当時にちょろっと入ってってことですか？いや僕の場合これもう美しすぎるんでこう飾っといたんですよ。もう光後ろからバーってて。靴っていうよりもアートフォームですよね。なるほどね、確かにアート感は強いですね。なるほど。でも確かにそう、なんかここのブレンズになんかすごいバッチリですよね。バッチリハマってますね。でその当時僕のやってたスニーカーの真っ暗だったんですよ。真っ暗で見えないスニーカーショップやったんですよ。でそこに光がこれバーッ当たってて、めちゃくちゃかっこよかった。とんでもないスニーカーショップやってるじゃないですか。暗くて明るいところから入ってくると見えなくて、何が置いてあるんだって言ってとりあえずライトつけたんですけどすごいショップやってましたね。もちろんね、たくさん僕が見て、うわこのスニーカー欲しかったなとか僕が持ってるなっていうのも結構あるんですけど、ちょっとこねこれ大丈夫かな、出しててテレビ大丈夫ですかこれ？いやいや、だからいや僕が聞きたいですよ。この2足は何なんですか？これはですね、またさっきのナイキのミーティングの時にお店さんがじゃあ一個一個じゃあ自分の考えてるコンセプトの靴を作ってくれと、2時間で作れっていう話2時間で、そこで僕もじゃあなんかデザインしてくれっていうんでもうアイデアはあったので、日本人なんで、コンセプトってあれはこれ袋っていうんですけど、毎回毎回履くたびにこうシェイプがこう形が変わるような感じのものを作りたかったんで、ってことはこれも世界に一足ってことですか？まあ本当にプロトタイプみたいなもんですよね。はい、じゃあもうサンプルもサンプル。もう本当プロトタイプのプロトタイプ。コンセプト。ここに足を入れてここでビュッと締めるとこういろいろぐしゃぐしゃ感が変わる。受けなかったですけどね。これその32社の中でじゃあ一番人気が1、2を争ったのかな。見事しましたね。なるほど。分かってくれなかなかね。いやでも難しいですね。さらにこれは何？これは実際にそのデザインとかじゃなくて、コンプレックスコム、あれの時にそのナイキさんがブースがあって、LA のね、でそこでそうなんですよね。最初のオープンして最初の1日目の半分ぐらいは例えばアクルミのデザイナーの彼とか、いろんな人があそこに行って、じゃあナイキが用意してるこうパーツとかを使って自分でやってください、で彼はこうディップしてピンクの見たことありますね。見ましたもうインスタの動画でめっちゃ見ました。あれもう僕の横でつけてました。あの時いたんですか？いた横でやってたんですよ。なんだかんだしゃべりながらやってるんですけど、次の日自分の道具持ってっちゃいました。全部自分の道具持って、で作ったのがこれのわけのわかんないなんだこれ全部ベースはエアフォースワンですね。そうエアフォースなんです。エアフォースだから彼もディップしたのエアフォースなんですよ。もう紐をなくして、でここは分かるんですよ。これは何ですかねこれベローンって感じですね。なるほど。でもこれはもう行き場はないって、ここが正しいってことですよね。受けなかったですねこれもなかなか受けないですよこれ。いやでもかっこいいけどな。でも実用性ないですよね。確かにこれだからこのまま歩いてたらこうなってちょっとそれもねこうなんかこうリングかなんかつけてチリンチリンチリンっていうのが分かりました。いやよくないと思います。思い出もう一番ちょっと汚いんですけど、スケート一番最初にこのスニーカーとこう触れ合ったっていうのがやっぱり中学の13、14歳の時ですね。その時にポパイって今も雑誌ありますよね。あります。あれがもうとにかくいろんな情報源、インターネットもなかったんで、いろんな情報、アメリカとか海外の情報がそこに入ってたんで、でそれを見てた時にちっちゃい広告みたいなのがあって、バンズが一足から自分のこのカラーウェイでオーダーできるって書いてあったんですよ。手書きで
書いて、で郵便局行って、はい国際マネーオーダー作って、でそれ入れて、でドキドキしながら送って、で全然やっぱ来ないですよね。で3ヶ月ぐらいしたら汚い箱がガンってきて、で自分のオーダーしたのがバチってきたんですよ。はあ、最高ですよね。本当に探求心と好奇心がないと。だからよくその写真なんか見て、憧れのその写真見てもすごくもう質が悪い写真見て、この靴何にとかでそれ調べて買ったりとか、確かにな。そういうノリですからね。今調べるのもなんだろうあれってこうなって、ジョーダンなんとかとかこう入れていけばなんか多分分かると思うんです。分かんない人も。その当時はもう誰もが履いてないものを履きたいんですよ。もう履いてたら嫌なんですよ、ダブっちゃうんですよ。だからそれでいろいろ自分で調べて、自分だけの靴を。なるほどね。で僕おかげさまでこうね、こっちでビジネスさせてもらって、はい、なんと、はい、バンズは僕とにかくバンズって会社は僕もファミリーなんですよ。もうその仲良くして、はいはいはい。でこれもう8年くらい前ですかね、僕普通このナイキさんなんかのこのスワッシュって触れないですよね。まあね、それこそトラビスがこの間やったのがもう初めてぐらいなんじゃないかって言われてますもんね。はい、なかなか触らせてくれないです。触らせてくれる。これはやっぱりもうシンボルですからね。そうですよね。スニーカーの。ですけど僕このやっぱりこのジャズストライプ、はい、これをちょっと自分なりにこうやってみて、でこれどうって言ったらすごい気に入ってくれて、で作れるようになったんですよね。で世界で僕だけがこのジャズストライプ触れるんですよ。バンズのバンズのとんでもないじゃないですか。それがこれなんですよ。見たことあるもちろん。これが一番最新、これが4月に発売されるんですけど、これもう12、3個作ってるんですけど、この種類はありますよね、はい、結構ちょっとレザーとか革の感じのが。で今回初めてジュオンスってちょっとヘビーウェイトの生地を使って初めて作って、てかこのデザインたくさんがしてるんですか。そうなんですよ。ちょっとどうやってこんなすごいさスニーカーホリックを見つけてきたんですか。でこれも飽きたんで、次これが出るんですよ。いや飽きたんで大丈夫ですかって話なんですけど、これ。へえ。わお。これが次出す。そうです。1月4月。これも誰にも見せてないんですけど、授業にも見せてない。いいんですかここで。みんな見ちゃいますよ。僕の店しか発売しないんで、もう常にインターネットでインターネットをお店で売るんですけど、インターネットはもう3秒で売り切れちゃうんです。3秒で店ももう本当にもう店並んでその人しか買えないんですよね。すぐだ。でこれもまた僕わがままで、はい、普通だったらいろんな色やるじゃないですか、はい、黒しかやらない。黒しかやらないってやばいですよね。いや変態ですね。変態です。わがままスニーカーの変態だこの人は。はい、そう呼んでください。スニーカーの変態と。はい、嬉しい。うわバンズの良さって何なんですかね。やっぱりですね、このバンズだけに限らないんですけど、こういろんなスニーカーあるじゃないですか、いろんなスニーカーって時々履きますよ、はい、だけど常にこうスニーカーのこの3つのスタイルですよね、バンズとこうスタン・スミス、でも履いてますけどボロボロのチャック・テイラー、この3つっていうのは常にもうこうずっと中学校の時から履いてます。なるほど、ちょっと普遍的なね、はい、そうですね。僕特にこのチャック・テイラーってもうこの思い出が詰まってるんですよね、このケチャップがついてたり、ね、このライブ行った時に傷ついたものとか、もうでまたこれが僕ラフ・シモンズっていうデザイナーの好きなんですけど、98年かな、その時のコレクションの時に黒いパンツにこのチャック・テイラーにこの黒いこれを変えてコレクション出たんですよ、これだけで。で当然その当時ラフ・シモンズなんか買えないですよ、だけどこれ見てこれも同じように作って黒いパンツ履いて、なるほど、憧れの人と最高です、同じ格好似た格好をするっていう、そのコレクションの。だからもうこれもう本当にずっと履き続けて、こう何個履いたか分かんないですよ。もう一足で思い出が何個も出てきた今。そういうことですよね。スニーカーの変態だな、たくさんも。変態って英語になったんですよ、知ってます？だから変態 T シャツ作っちゃうかな。もうちょっと無視しますけどじゃあ最後にね、たくさんにとってスニーカーとは何ですか？やっぱりスニーカーはアートフォームみたいな。例えばこれ1日履いてきて脱ぐじゃないですか、脱いでこうバンと置いてある時の
この姿が完璧なんですよ。もうこれ以上足せない、このデザインってこれ以上足せないし引けないし、もう完璧なんですよね。でこれ見て僕ニヤニヤしてるんですよ夜だからニヤニヤしてるんです。最わかりました高だな。わかりました。やっぱりたくさんは変態スニーカーの変態です。変態。いやーすごいな。いやーまさかこの LA にね、日本人のこんなとんでもないスニーカーホリックがいるとは思わなかったっすよ。ありがとうございました。ありがとうございました。たくさんありがとうございましたもう貴重なお話をたくさん。いやうまくいかなかった。うまくいかない馴染んでない。ありがとうございました。スニーカーホリックスシーズン2は毎週土曜日に公開しています。シーズン1全6エピソードも公開中ですので、ぜひご覧になってみてください。それでは皆さん次回もお楽しみに。バイバーイ。